おはようございます。おはようございます。テンション低くないですか？いや、家そんな高いことあります？天気悪いしね。台風直撃中ですけど、はい。そんな日にちょっと何やるんですか？ちょっとうちっぽくないネタをちょっとやろうかなと思ってて、これね。ちょっとその前にはい髪の毛どうしたんですか？髪の毛はこれははい。アーニでどういうことですか？ャ。いや、アーニャ好きすぎて、アーニャになっちゃいました。似合ってはいるんですけど、ロマンさんこだわり強かったじゃないですか、髪の毛とかも。髪の毛こだわり強かったですね。はい。だいぶ病んでないかなっていう。いや、病んではないでしょ。病んでたらこれできないじゃないですか。もうなんかアニオタを解放したから、もうなんか何でもいいやっていう。昔言ってなかったから、はい。まあ金髪守ってた文化。昔はストイックに生きてましたけど、はい、もう今はもう別になんかあんま失うもんなくなってきて好きなことやってます。大丈夫ですか？滑沢さんには何も言われてないですか？普通にカメラ回してましたけど、久しぶりのガチ切れみたいな。最悪ですよマジで。意味わかんない、そう言われるの。ガチで言ってんすか？責任自分で取れるから、本当に。やっといて開き直ってんのって意味。確認はしてないですあんな事故が起きたのに、はい、髪型動向で大のからみっともねえです。一応今日やるのが、はい、今結構世界で流行ってる性格診断をやろうと思ってて、はい、MBTI って聞いたことあります？聞いたことないですね。まあ占いではないんですけど、若干まあ性格を診断するっていうやつで、イギリス発のやつなんですけど、まあ全世界で流行ってて、言われてるのが本当にゾッとするぐらい当たると。でとてつもない、まあ、いろんなパターンがあって、まあ、ほぼほぼそのピンポイントで当たるという。人間その16分割にできるほど甘いもんじゃないからね。赤血球何年もやってるけど何万パターンぐらいの人がいたから。ああ、なるほどね。まあ、俺はあんま信じないけどね。そんな少なくないだろうと、うん、でそのやり方が、はい、まあ、このサイトめっちゃ質問してくるんですよ。それを答えていく。12分以内に答えましょうっていう。一回やってみましょう。わかりました。はい、まあ多分俺はめちゃくちゃ性格いい人になるんでしょう。はい、定期的に新しい友達を作る。同意しない。さまざまな面白そうな事柄について探求するために多くの空き時間。まあ超同意だな。大きなプレッシャーがあっても通常冷静でいられる。そんなやついないでしょ。でも緊張しないとかなんか言うじゃないですか。緊張しないけど、緊張した時は冷静ではいられないですよ。あんまり緊張しないってだけ。もしいざ緊張するとなったら冷静でいられるやつなんていないからね。緊張した時ってあるんですか？だって武道館ですら何にも思わなかったって言ってたじゃないですか。推しの握手会、握手してもらった時、山崎エリちゃん冷静でいられなかったっすね。手汗かいたりした？分かんない、記憶ない記憶ない。まだ全く同意できないね。それは冷静でいられてないですね。いられてないですよね。同意しないんです。同意してダメでしょ。他の人が泣いた人、自分も泣きたくなるけど、これはねえな。社交の場では自ら進んで新しい人に挨拶すでに知っている人と話すことが多い。まあこれはそうだな。俺あんま新しい人と仲良くなりたくないんだよな。自分はとても感傷的だ。はい、感傷的でしょ。感傷的なんですか？いや、やめてくださいよ。いや、俺由々しきとかで泣いてるからね。軽音で号泣してるし。確かに、うん、撮影前に、うん、バイオレット・エヴァーガーデンの湖できそうなぐらい泣いたしね。死後について以前からずっと興味がある。いや、死ぬ気してんだよな。人の気持ちを理解するのは難しいとよく感じる。いや、これはめちゃくちゃ俺理解できる。大体わかるんですか？めっちゃわかる。てかそれが長所で多分ホストとして成り上がったから。ただ分かって対応するかどうかはまた別なんですけどね。分からない、気づかないふりをしたりとかもするけど。僕らスタッフの気持ちもめっちゃわかる。俺洞察力めちゃくちゃ高いと思います。でもめっちゃわかるのにやっぱなんか喧嘩になる時あるじゃないですか。だからそれは多分正解が分かってるけど、なんか正解を言いたくないと。やめてくださいよ、分かるなら。自分が何かやり遂げる、周りの人が何かやり遂げることを応援することで幸せを感じる。まあでも最近こっち寄りだな。ああ。
だから自分が周りがやり遂げたことが自分がやり遂げたことになるじゃないですか、経営者って。偉大な記録を作った部下がもしいたとしたら、例えば融資が1億売ったじゃないですか、はい、融資が1億売るのって、なんか経営者として自分がやり遂げたってことだから、自分は超えられちゃってるけどってことですね。そうそうそう、これはもう同意。日々のやることリストを作るのが好き。好きなんですか？好き。今日起きたらなんか今日やることをつって一個一個消していったりとかするんですか？やってますよ。そんななんですか？うん。めっちゃ意外なんですけど。好きだよ。なんですかそのメモ。やることリスト。これいつのやることリストですか？今日かな。昨日も含めて、昨日がこの辺で、西口にアイス持っていく、これはアルビエルで頑張ったから、これ昨日やったからもういいわ。でお仕事のメモってことですか？仕事とかプライベートもそう。なるほどね。こういうのをやるの本当にめっちゃ意外ですね。不安はほとんど感じない。不安感じない人なんかいる？ウロワさん感じない方だと思ってました。なんかいやいや、俺はしない。繊細だからね、意外と。繊細ですか？結局どうにかなるとは思ってますよ。でも不安ないやつなんていなくないですか？不安ない人は多分何も考えてない人だと思う。だから何も頑張ってない人、頑張ってることがあったら絶対成功したいと思うじゃないですか。そんなことが成功しなかったら辛いじゃないですか。だから不安感じない人は多分何一つ頑張ってない人なんだと思うよ。なるほどね。なんか一個で頑張ってたら絶対不安になるもん。ずっと前に自分がした間違いをまだ気にしている。これはもう過去に戻れないからね、全く気にしねえな。過去は変えられないけど過去の意味は変えられるじゃないですか。だから過去の意味を変えようとしてます、いつも。ベラノって例えば初日大事故になって、その大事故の事実は変えられないけど、あれを機にオペレーションとかがこう危機感持ってできるようになったら過去の意味は変わるじゃないですか。大事な言葉です、無意味じゃなかったなっていう、人生の意味や人間が存在する理由について考えることはほとんどない。これなんかね、葉巻とかする時めっちゃ考えるんだよな。俺が何のために生まれてきたんだろうっていう。そんなこと考えるんですか？でやっぱ地球を幸せにするためだよなっていう結論に追いつくんですよね。葉巻吸いながら。そう、自分より効率が悪い人がいると我慢できない。これはいろんな人がいるからね、しょうがないんだよ。そこは比較的寛容なんですね。みんなが俺じゃねえから。抽象的な哲学的問題についてじっくり考えるのは時間の無駄だと思う。無駄ではないよね、やらないけど。静かな隠れ家のような場所より人がいてたくさん逃げるの、これは全くない。締め切りを守るのが苦手。君か君以外かの本あるじゃないですか、あれ締め切りどれぐらい遅れたと思いますか？なんかめっちゃ遅れてなんか怒られたんですよね、角川さんに。どれぐらい遅れたと思います？1ヶ月とか。いや、1年半。そうなんですか？1年半遅れたんですよ。1年半どうやって遅れるんですか？1年半ずっとかけなかったものがなんかスイッチ入る瞬間があって、スイッチ入った瞬間に1年半ずっとかけなかったものが全部かけた3日間で。よく待ってくれたな、その人。もうね、そうですよね。ありがとうございます。結果終わりました？終わりました、ついに。じゃあ結果見ますか。結果見るか。冒険家？冒険家、内向型、陰キャ。比較的陰。比較的陰キャ。比較的っていうかもう結構陰キャだと思うけどな。そうなんですか？だってアニメもアウトドアするじゃないですか。一人でね。現実型？現実型？結構ロマンチストじゃない？わかんないけど。意外と左右で全振りしまくってたのに、なんか中間来てるの。確かに。意外ですね。道理型？道理。これは仕事的にやってるだけだと思う。多分経営者はそれ絶対必要だから。苦手とか不得意関係だから。探索型。めっちゃ中間じゃない？なんかすごい中立バランサーみたいになっちゃって、おもんない人間みたいになってないですか？大量発生してる。大量発生平均点男。自己主張型。これはそうだね。これはアイデンティティ。目標達成に向かって努力していく際には心配するがなく自信を持っていく傾向ある。これ75よりもある気がするぞ。偏見のない心。これ当たってるんじゃないですか。あんま偏見なくないですか？
偏見で見られる側だったからね、どっちかっていうと。鋭い洞察力があるんで、周りの言葉に気持ちや考察することができ、自分が誰かに嫌われている、認めてもらえてない、理解されていないと感じると取り乱してメーラや。批判されると冷静でいられなくなり、強く批判されたりフェアでない批判を受けたり、周りが驚くほど激怒した絶対関わりたくないよ。そうなんですか。絶対関わりたくないけどな。そういうとこあんま見たことないですけど、いやマジでない。でも実はそうってことですよ、これは。周りに評価されないと。爆切れする部下に切れてないですか？大丈夫ですか？切れてない。全然実はそんなことないよ。出てないだけで。滑沢さん殴ったりもしてないし、部下に切れたりもしてないです。ですが悪いことばかりではありません。ここからポジティブに。他の人が見逃してしまうような楽しみや美しさの源をどこにでも見つけられる。まあ芸術とか好きなんでね、アートとかはね。なんかもう情緒不安定なんです正反対のことがなんか常に解説されてるような。人に評価されないと激怒するけど、いろんなところで美しさを見出してなんか関わりにくこの人めっちゃ自分勝手じゃない。めっちゃ嫌だわ。まあでも、当たってるところもまああるっちゃあるじゃないですか。いろいろなんとなく冒険型ではでも確かにあるかもしれないですね。好奇心旺盛っちゃ旺盛じゃないですか。そういうところは当たってるかな。冒険型の有名人、アブリル・ラビーン、ケビン・コスナー、ジョングク、BTS のラナ・デル・レイ、意外といるじゃないですか。なんで俺が出てこないんだろうね。確かにな。で、こっからあれなんですけど、僕らスタッフもやったんですよ。相性見ましょう。一応見れる。孫さんから見ましょう。孫さんは運動家です。絶対ないよ、運動しないもん、デブだからそういう運動家じゃないですよ。あ、そういう運動家じゃない、運動家は熱意にあふれる持ち主で、クリエイティブかつ自由奔放で社交的です。笑顔になる理由をいつでも見つけられます。熱意にあふれるとか言ってるけど、もう金持ちだったら今すぐ仕事辞めたいって言ってたけどね。なんとなくわかりますけどね。嘘。社交的じゃないですか。まあ社交的はそう。明るく楽観的ではない。楽観的じゃないよ。これは違うな。全然違うよ。運動家だった場合、ローランさんとの相性、お互い惹かれ合うが繰り返しの反発も多い。でもまあ確かに孫さんはいい人だなと思ってるんで、これは合ってるかもしれない。僕は、論理学者。論理学者？それはないんじゃない？想像力に富む発明家で無限の知識欲があります。でもなんか確か YouTube の企画とか考えるのはなんかうまいから、そういう発案者なんじゃないですか。まあでも知識欲はありますよ、比較的。新しいことやりたいからっていうのはあるんですけど、結構いろんな企画するの遠心さん多いですもんね。俺らの相性はお互い尊敬できるが理解するのが難しい。なるほど。まあ尊敬はしてます。確かに微妙な感じですね。理解人と人は理解 100% は無理だからね。僕もロマンさんを尊敬してます。どういうところが？周りに流されないタイプが結構好きなんですよ。自分がそうなんで。あとはまあなんだろう。いや少な1個。じゃあ次は森岡 D。 あの人謎すぎるからな。管理者。わかるわ。ローランさんとの相性、自分の片思い憧れの存在。なりたいとは思わないけど純粋にすげえと思う。自分にはないものを持ってるなっていう。
誰も謝りに行かねえなんて言ってないし。気分悪かったしも昨日謝ってそれで終わったじゃんだから。いやでもそれで終わりかどうかって謝られた側が決めることじゃないですか。米沢さん見ましょうか。米沢さんのはい、討論者。討論者ってどういうの？ ENTP の A。いじめってことだから。好奇心旺盛で柔軟に物事を考える上に知的な難題が大好きです。そんな感覚あります？いやー普通にただの女好きですけどね。うわ、でもこれすごいこと起きましたよ。なんですか？ローランドさんのナンバーワン最高相性、討論者です。討論者なんだ。似ていないのに一番相性がよく尊敬し合える。一緒にいることで世界が広がる。自分の弱みをカバーしてくれる。まあ自分ができないことをできるなっていうのはまあ確かに感じるんで、相性としてはね、じゃあいいのかもしれないですね。これはいい結果ですね。これは当たってる気がします。当たってるんじゃないですか。はい、タクシー乗せちゃったの？乗せちゃった。いや、普通じゃねえよ、マジやってること、お前。遊びじゃないよ、マジで。は黒崎さんからいきます。黒崎さんなんだろう。黒崎さんはね、提唱者。提唱者、どういうことですか？ INFJ の A、静かなビジョナリーです。いや、めっちゃ喋るやん。理想主義者として周りの人をインスパイアしながら精力的に働くことが多いです。あ、でもそれはある。それはあるけど静かではないけどね。でもまあ精力的に働くっていうのは周りをインスパイアさせる、まあそれもうまいと思いますよ。そのまとめていくみたいな、うん、ローランさんとの相性でいうと相手から好かれる、優位に立てる。細かいところで言うと黒崎さんのアイデンティティ、はい、自己主張型 86%。 それはもうおっしゃる通りです。 86%。 高っ。まあ黒崎さんも悪くない。悪くない、はい、よかったよかった。あまりにも思ってたよりも全然できてね、本当なんかもうめちゃくちゃイラつくレベルでできてなかったから。じゃあ次は、ベラノッテの深瀬店長。はい、深瀬店長は行くと主人公型。何店長主人公なの？めっちゃウケんだけど。カリスマ性があり人々を励ますリーダー。あ、だからもう店長ぴったりじゃん。主人公型の人たちは普段感じているでしょう。理想主義や思いやりがあるので他の人たち、そして世の中にいい影響をもたらす努力をするタイプです。まあでも頑張ってるからね、本当にベラノってね。生まれつきリーダー格なので著名な政治家、コーチ、教師が多いんだ。そんな雰囲気します？実際接してて3年ぐらい。まあなんか本当頑張り屋さんだなっていう感じで、まあリーダーシップももちろんねあるから店長やらしてるっていうのもありますけど、まあなんか単純に羨ましいなっていう、俺も主人公って言われたかった。ローランドさんとのちょっと相性。相手に管理される。相手が上司なら丸。逆。真逆になってるじゃないですか。逆やん。じゃああんま良くないってこと。あんま相性良くないってことですね。まあそうなんだ。じゃあちょっとそうですね、主人公と思って接するようにしましょう今度から。ここちょっと指紋つきやすいから変えてもいいですか？あ、変えるの？あとなんでそれ左にこれ寄せないの？これめっちゃ邪魔じゃん。これ左寄せた方がいいじゃないですか。あいつうっせえわ今日。でこれ最後、はい、カノンさん。カノン気になるな。カノンやったんだ。カノンさんはなんですか？擁護者。擁護者。ちょっと出てきてないやつです。新しいの来た。周りの人を守るタイプとして非常に献身的かつ友好的で、いつでも喜んで愛する人を擁護します。あんな目つきしてたのに擁護者の目つきじゃなかったっけよな。確かに擁護者ではないです、ね、擁護者じゃないでしょ。あれは違いますね。擁護者は謙虚なことで知られていて注目を浴びたいとめったに思う。ローランドの弟だっていうのとかもひた隠して生きているらしいから。逆に言いたくないとかではなくて、まあそれもあるかもしれない。失礼な話だ。じゃあ相性、
はい。似てるようで思考や捉え方が正反対、準同等関係、まあ良くも悪くもみたいな。同等ではあるね。はいはい。まあでも比較的周りの人はみんな、まあ、相性的にはなんか罰とかではない感じなので。どうですか、ちょっとやってみた感想。ベラノットの店長がちょっと羨ましいなと思いました。俺も何あのかっこいいやつ、主人公一人だけ剣とか持っちゃってるしね、はい、次主人公目指しますわ次は。そういうやつじゃない。そういうやつじゃない。